ニッチ。こんにちは、青葉です。今回は脳筋時計師のニッチが普段使っている時計を紹介します。一般の人たちはブランドバリューや価格、デザインで選ぶと思いますが、時計師である脳筋野郎はどんな基準で選んでいるのでしょうか。それではとっとと紹介していきましょう。まず1本目は、セイコーブライツ SAGA151 です。脳筋野郎が時計屋になって初めてのお給料で買った時計です。定価10万円で在庫処分となって3割引きで店頭に並んでいたものを、さらにシャワリを使って3割引きで買うという鬼畜の値引きテクニックで購入しました。それでも発給にとってはきつい出費でした。ソーラー電波時計でサファイアガラスを使っており、一番の決め手は文字盤にコート・ド・ジュネーブ仕上げのような模様があって綺麗だなと思ったことです。60分計測のクロノグラフ機能もあり、脳筋野郎は休憩開始の時にスタートさせて、早めでもなく遅めでもなく1時間きっかり休憩をとっていました。真面目ですね。2本目は、セイコークレドール、リネアルクス、GCLH979 です。特別なルートで閉店後の銀座和光に入店し、一般のお客さんがいない中で時計を物色、一目惚れで購入した時計です。本当はセイコーガランテを買いに行ったのですが、ガランテがブランド的に廃止になるということで、ちょうど引き上げられてしまっており、じゃあどうするかと見て回っていたら、この時計に光るものを感じて購入しました。八角形の特徴的なケースデザインに、角張ったラグ、そして何より、手巻きスプリングドライブムーブメントの美しい仕上げを見られるという、まだ時計素人だったニッチでも分かった、凄みがある時計です。運針を磁力で制御している完全スイープ運針で、クォーツの精度を持ちつつ、ゼンマイ巻き上げの感触も楽しめるという、いいとこ取りをしています。この運針をじっと眺めていると、とても癒されるのでお気に入りとなっています。3本目は、セイコープレザージュ SARX033 です。先ほどのクレドールを買ったはいいものの、初めての高級時計にビビり、もう少し使いやすいものが欲しいということで、白文字盤に青い針という似たものを買いました。また、初めての機械式時計でもあり、手巻き機能付きの自動巻きで 6R ムーブメントを搭載しています。この時計は日光の下で見るととてつもない時刻視認性を誇っており、また、精度も半端ないです。ケースのポリッシュはざらつけんまで鏡のようで、ラグだけ見ると内側へ食い込むようなデザインは、オメガのスピードマスターを想起させます。時計師になった現在、この時計は自分で分解掃除をしており、日差プラスマイナス5秒以内に収まるよう調整しています。やっぱり自分で修理できる時計はいいものですね。4本目は、セイコー5デラックスです。いよいよ時計師としてのトレーニングを積み始めた時に知った1960年代の時計です。当時、とにかくジャンクをいじりまくっており、綺麗に直せたものがこれです。時計師の観点から言えば、61系キャリバーは巷にゴロゴロ転がっており、ドナーパーツを手に入れやすいほか、仕上げは簡素ですがしっかりした作りでそこそこ頑丈で、気軽にいじりやすいムーブメントです。脳筋野郎はこの時計にエルミテックスというバンドをつけました。このバンドはねじってもよれないし、肌当たり優しいし、毛を挟んで痛いということもなく、しかも厚みがあり、高級仕様のメッシュバンドです。さて、61系ムーブメントを積んだ時計は時計師であれば誰でもホイホイ直せるレベルのものであり、長期間使う時計として安心感もあり、非常に優秀です。
高級時計の中にはパーツは転がっていてもとてつもない金額だったり、そもそも生産数量が少ないのでパーツが手に入らなく、そこで旋盤などでパーツ別作をしたらメンテナンス費用が半端なく、いやもう新しい時計買えるやんなんてことも珍しくありません。ブランドバリューに目を奪われた結果、停滞目に遭うというあるあるですね。5本目はセイコー5スポーツ SBSA005 です。これはオリジナルモデルの針と回転ベゼルインサートを交換してガラスをサファイアガラスにグレードアップさせた独自にカスタムしたもので、こういうデザインのものは市販されていません。脳筋野郎は時計を集めるとドレス系のシンプル三振系ばかり集めてしまうので、こういう変化球は必須ですね。学んだ修理技術を応用するとこういうお遊びもできるようになるので、非公式ではありますが、カスタムくらいにはいじれるようになった方が時計ライフが楽しいです。脳筋野郎もこういうお遊びをするためにこの時計を入手しました。セイコー5スポーツというブランドは大昔にもありましたが、ここ近年、新生セイコー5として復活しました。頑強なケースに手巻き付き自動巻きの 4R キャリバーを搭載し、頑丈さと信頼性をぐっと増しています。セイコー系のキャリバーは安いイメージが染みついて、スイスのエタと同じく軽く見られがちですが、メンテナンスのしやすさや動作の信頼性の点でかなり優秀であると、ここで強調しておきます。この時計の難点は、非純正の針のため、夜光の光が弱いことです。6本目は、セイコーロードマーベル、後期型です。金色の時計が欲しいと探していたところ、コンディションのいいこの時計を見つけたため、即購入。メンテナンスを施して愛用しています。時計師の観点から見ると、この手巻きムーブメントに特別な機構は何もなく、シンプルなのでメンテナンスしやすいほか、14金針で、ただのメッキよりも外装が綺麗に保たれやすいです。アンティーク時計によくありますが、18金で作られた時計は、現在になってもやはり綺麗です。何せ金は劣化しませんから。ですから、一生ものの時計が欲しいという方は、ケースが金でできたものを買いましょう。アンティーク時計が狙い目で、現在のような金価格で最新の金時計を買おうとすると、最低でも300万円程度と、とてつもない値段になりますが、アンティークでは100万円以下で買えます。脳筋野郎のように金がない人は、金針が狙い目で、ロードマーベルやキングセイコー、最近値段が上がってきていますが、グランドセイコーが狙い目ですね。7本目は、セイコーアルバ、渡辺力 AKPA402 です。この時計の由来を脳筋野郎に聞いたところ、勤めていた時計屋にはお年寄りが多く来店していて、数字がはっきり書いてある方が見やすいとみんなが言っていたため、それではと自分が老眼になった時用にこの時計を買ったとのことです。しかしそこは時計師。ただ普通に使うのはつまらんということで、中のムーブメントをグレードアップさせました。もともとは Y675 という手巻きのない自動巻きでしたが、これを手巻き機能付きの NH36 に交換し、分解掃除も済ませました。そして最後、8本目は、ティファニー、グランドです。ここまで成功だらけだったのに、なぜここに来てティファニーなのかというと、遡ること脳筋野郎が自転車で世界を旅していた頃、その自転車の色をティファニーブルーにしていたのですが、なぜティファニーブルーにしていたかというと、テレビ番組でふとした時にティファニーのブランドカラーを見る機会があり、惚れてしまったのです。そこで自転車を塗装屋に送って染めてくれとお願いし、その自転車で旅をしたのでした。じゃあなんでこの時計は文字盤黒いねん、ティファニーブルーちゃうやんって思うでしょ？それはメンズにそのカラーがなかったからです。
でもティファニーは好きなので、時計は買いました。ちなみに、搭載しているムーブメントは、エタの2000系です。以上、ニッチな時計師が使っている腕時計、8本でした。時計師は外見だけでなく、内部を知っているので、時計選びについてもムーブメントを考慮して選びがちになりますね。丈夫か、動作信頼性はあるか、精度は良いか、パーツ交換しやすいか、パーツは安く手に入るか、メンテナンスが手軽かなどを重視します。見た目がどんなに豪華絢爛でかっこよくても、中身がゴミならゴミでしかないのです。ちなみに、私がもし腕時計を買うなら、カルティエのタンクを買います。なぜならブランドバリューと中古市場価格が増してきており、資産価値の側面を帯びてきているからです。大昔はカルティエの中古品は二足三門で転がっていたそうですが、ここ最近は人気が沸騰し、価値が上がっています。私はニッチと違って金が大事なので、資産価値が上がっているものを持つのが気分上がります。皆さんはどんな時計を選びますか？コメント欄に書いてみましょう。それでは長い時間、ご視聴ありがとうございました。